月のマンスリーテクニック講座ということで、デッドリフトの、やり方という内容で今日は進めていきます。まずそのデッドリフトのやり方っていうことで、ただフォームだけではなくて、ここに2点書いたんですけど、いろんな種類があるデッドリフトの中で、どれを選べばいいかっていうことと、その選んだ種目でどんなフォームがいいのかっていうこの2つですねを、主に紹介をしながら、今日この内容が終わった後にトレーニングで行うそのデッドリフト、どの種目を取り入れたらいいのか、それをどういうフォームでやったらいいのかっていうことが、皆さんの中で理解ができて、それぞれ選んで取り組んでいただけるような流れで進めていけたらいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。それで、ざっと流れをですね説明すると、まず通常のデッドリフト、クリーングリップって書いてあるんですけど、ウェイトリフティングクラスの中では、いつもデッドリフトって主にクリーンデッドリフト、スナッチデッドリフト、この2つがあるので、今日はその中のクリーングリップのデッドリフトをやりますということでカッコで書いてあります。その後デフィシットのデッドリフト、ボックスの上に立った状態で行うデッドリフトですね。これも同様にクリーングリップで行っていきます。で、3種目目にルーマニアンデッドリフト、これもクリーングリップで行っていきます。で、4種目目にジェファーソンカール、これもクリーングリップです。ということで今日のデッドリフトは全てクリーングリップで行うんですが、種目のそれぞれ細かい内容については、進めながら、お伝えしていきたいというふうに思いますので、最初ウォームアップをして、そこから始めていきましょう。ではよろしくお願いします。一番上のデッドリフト、からいきます。クリーングリップのデッドリフトなんですが、まず、この内容を、選択する意図としては、一番上に書いたように、スナッチとかクリーン、これを意識したデッドリフトであるっていうことが大事です。なので当然ここで必要なフォームっていうのはスナッチとクリーンのフォームっていうことが必要になってくるんですが、それがどういうフォームが正しいかっていうことは他のテクニック講座でも結構されているコーチが多いので、そこはかなり今日は割愛しながら進めていきます。ただ修正するポイントがある場合にはこういう風がいいかもしれないですっていう提案をさせていただくので、それでチェックしながら進めていきましょう。で、目的としては足って書いたんですけど、デッドリフトってどうしてもその腰、背筋のトレーニングっていう風にイメージされやすいんですよね。でも、スナッチやクリーンで一番大事なのっていうのは腰でバーベルを引き上げることではなくて足で引き上げるっていうことなんですよね。なのでここのトレーニングの効果としては足っていう部分にしっかりと効いてるかどうかっていうのが大事になってきます。詳細をもっと言うと、四頭筋とか、ハムストリングスとかもう細かい部分がたくさんあるんですけれども、イメージしやすいように足っていうことだけ書いてあります。で、今日の内容なんですが、これを5レプスですね、5回のデッドリフトで進めていきます。で、ただそのフォームチェックするだけではなくて、少し重量をつけた方がイメージしやすい部分もあると思いますので、セット数的には5回4セットぐらいですねをめどに進めていきましょう。重量に関してはということなんですが、今日はお二人ともある程度そのトレーニングされている期間があるということですので、クリーンデッドリフト、クリーンでいいですね、ワンレップマックス、クリーンのワンレップマックスに対して、大体 80% から 100% ぐらい、フォームを確実に意識できる範囲で、今日はデッドリフトを進めていきましょう。ポイントとしては、クリーンデッドリフトの、ポイントは足なので、1点だけお伝えすると、腰がこういう風に倒れすぎる、上半身が前傾しすぎると足よりも上半身のトレーニングになってきます。なので、一つの基準ですが、上半身の角度は横から見た時にだいたい45度ぐらいっていうのがイメージしやすいかなと思います。それをずーっと下まで足で下ろしていくようなイメージです。それを膝上までキープして、そこからしっかりと進展させるっていうところが、大まかなポイントになります。で、これを初めに5回4セット行っていきますので、まずはちょっと重量を上げるステップが必要かなと思います。重量をつけていただいて確認をしていきましょう。そしたらプレートを皆さんそれぞれ準備してください。同時に進めていきますので、まずクリーングリップで握っていただいて、デッドリフトのスタートポジションを作りましょう。いいですね。いいです。そしては、
ゆっくりめからでいいので5回いきますね。1、引き上げて上まで。はい、下ろします。いいですね。2、はい、下ろします。はい、3、はい、下ろします。はい、4、はい、下ろします。5、はい、OK です。いいですね。いや、2人ともかなり綺麗にデッドリフトできてます。いい感じです。クリーングリップのデッドリフトで、これ、マキさんある程度こう普段からトレーニングでご一緒させていただいてるんで、特徴としては2、3、4、5っていくにつれて同じスタートポジションを作るのがちょっと苦手なところがあると思うんですね。なので今日はそこはちょっと注意しながら進めていきましょう。1、はい、下ろします。2、下ろします。3、はい、下ろします。はい、4、はい、下ろします。はい、5、はい、下ろします。いいですね。ナイスセットです。OK です。ではまだちょっとこう上げれそうであれば、皆さんきれいにできてるので少し上げていきましょう。はい。はい、でいきます。1、ナイス。下ろします。はい、2、はい、下ろします。はい、3、はい、下ろします。はい、4、はい、下ろします。はい、5、はい、下ろします。はい、OK、ナイスです。いいですね。かなりしっかりできているので、ここについてはほとんど今のフォームには関しては問題ないと思います。ただ、よくどうしてもこうデッドリフト、この通常のデッドリフトの内容で、やっぱりこう腰がどうしてもこう筋肉痛であるというか、腰に負荷が高く入ってしまう方っていうのは多くて、その方は先ほどもお伝えしたように、まず足がうまく使えてないっていうことなんですね。でもう一つは、背中がまっすぐ腫れてない可能性があるというんです。で、腰がぐっとこういうふうに曲がった状態でデッドリフトを引いてくると、自然にここに負荷がかかりやすくなるので、背中に負荷が入って当然なんですね。で、ここでよくその腰を張りなさい、腰を張りなさいっていうふうにコーチングの指導をされる場合があるんですけど、腰をぐっとこう反る意識ばっかりすると、これ腰痛めやすいんですよね。で、背中は反るっていう意識ではなくて、骨盤がぐっとこうしっかりと前傾してくると、背中っていうのはまっすぐこうなろうとするようになりますよね。脊柱をこう起立するようになります。でそれをキープする、ホールドするっていうイメージです。でホールドして下半身、足でぐっと床を押してデッドリフトを引き上げる。そうするとその背中っていう部分は、痛めにくいデッドリフトになりやすいです。よくその腰を痛めにくいデッドリフトとかっていうふうに聞きますけど、そういうことですよね。なので、張りすぎるんじゃなくてホールドする。なので、コアでしっかりと、重量感を感じながら力が入っている状態というのが望ましいと思います。ではこの内容あと1セットだけいきましょう。では準備します。はい、1、はい、下ろします。はい、2、はい、下ろします。はい、3、はい、下ろします。はい、4、はい、下ろします。はい、5、はい、下ろします。はい、OK です。いいですね。ナイスセットリフトです。で、次のデッドリフトに、移行していくんですが、ボックスを準備していただきます。それで、10センチだとちょっと高すぎる場合があるので、今日は5センチでいいです。なので、このボックスをこういうふうに2枚並べる形で準備しましょう。で、次2番目はデフィシットのデッドリフト。これは上にこうかさ増しした状態ですよね。ボックスの上に立って行うデッドリフトなんですが、よりスクワットに近い足の使い方、
すなわち、ボトムスクワットですよね。フルスクワットに近いような足の使い方になっていきます。なのでここのトレーニング効果っていうのも足なんですよね。で、ちょっとですね、全体の流れを、こう見ると、デッドリフト、今行ったデッドリフトからルーマニアンデッドリフト、ジェファーソンカールっていくにつれて、足から背中側のトレーニングに行くように移行していくんですよね。ただデフィシットっていうのはここよりもさらに足に刺激が入るので、本来であれば順番的に今日こっちに持ってきたかったんですけど、内容的にはこのデッドリフトはきれいにできないと難しいので、なので今日はあえてその順番を2番目に持ってきてあります。なので、より足のトレーニングをされたいっていう場合には今から行うこのデッドリフトを選択していただければいいです。で、よくそのデフィシットのデッドリフトも、バーベルを下ろす時に通常のデッドリフトよりもさらにグッとこう深いところまでしゃがむ必要があるんですけど、このしゃがむ動作ではなくて下ろす時にグッとこう上半身の下に下げちゃう方が非常に多いんですよね。それだとこうより足を使うっていうよりもより上半身を使うって形になっちゃうので、スクワットのボトムポジションに降りるようなイメージです。感覚としてはスクワットのパラレルポジションからボトムポジションに下がるようなイメージでデッドリフトを下ろすことを意識してください。なので、スタート姿勢を構えた時に先ほどの上半身の角度45度ぐらいとお伝えしたんですけど、それがぐっと倒れてる場合はこれは足をうまく下に下げれてない、しゃがめてない可能性があるので、基準としては上半身の角度を同じ角度で大体キープできているかどうかということをまずチェックします。で、そこから足でしっかりと引き上げていく。なので膝上まで上半身の角度が変わらないように引き上げてきて、そのまま先ほどのデッドリフトの流れにつなげていくということができているかどうかっていうのをチェックしていきましょう。では、これについては少し重量が重く感じる可能性があるんですね。なので、少し重量を下げて進めていきましょう。じゃあそのままキープしたまま引き上げていきますよ。いきます。1、はい、はい、下ろします。スクワットイメージして、はい、2、はい、下ろします。はい、3、はい、下ろします。あと2回いきます。はい、4、はい、下ろします。はい、ラスト5、はい、下ろします。OK、いいですね、ナイスセットです。1番目の通常のクリーングリップのデッドリフトがきれいにできている方は大体今みたいな意識をしていただけるときれいにデフィシットのデッドリフトもできると思います。なのでこれに関してはもうワンポイント付け加えるだけっていうイメージでいいですので、そのデッドリフトしたいけどその足のトレーニング、スクワットに近いようなトレーニングをしたいという方は、こういう種目を選択していただければいいですよということなんですね。で、重量を今少し下げて行ったんですけれども、これもあと3セットいきます。で、重量を少しつけたいなということであればプラスアルファでつけていただければ大丈夫ですので、5キロから10キロぐらいの範囲ですかね。で、重量をつけましょう。1、はい、下ろします。はい、2、はい、下ろします。はい、3、はい、下ろします。はい、4、はい、下ろします。はい、5、はい、下ろします。OK、4セットです。いいですね。あと2セットいきますので、また少し重量変える方は変えていきましょう。この時にこっち側に握ってちょっと力が入っている分に関してこれはいいと思うんですよ。ただここからこの辺まではもうちょっとリラックスしてもらって、ここに重量がぶら下がってるけども、この重量感はこの辺りに感じていただいていけないです。なので、もうちょっと張ったらこうリラックスしてそのまま引き出せる。そう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 。これはここに力入ると、ここに重量感がくるんです。そうですね。これマキさん毎回の膝に当たるポイントはもうそこだと思うんですよ。上半身が落ちちゃうとかっていうことももちろんあるんですけど、こういうふうに入ることで今下半身が押せてないじゃないですか。だから膝が残って上半身だけ
動くので、こういう形で重量差感じ取り方ですね。これはフォームの形よりもそうです。はい、いきます。1、はい、下ろします。2、はい、下ろします。はい、3、はい、下ろします。4、はい、下ろします。5、はい、下ろします。はい、OK、ナイス、いいですね。あと1セットいきましょう。高くなって高くなって難しい。こういう人ですね。ほら、最後、では、いきます。1、はい、よろしくます。はい、2、はい、よろしくます。いいですよ。はい、3、はい、よろしくます。はい、4、はい、よろしくます。5、はい、よろしくます。いいですよ。ナイスセットです。いいですね。なので、先ほどよりもそのスクワットの感覚が強いっていう状態でこの内容ができていればいいと思います。で注意点はもう一度お伝えすると、上半身前傾しやすいですので、そこが起こらないように。で今先ほどせいやさんから質問があった内容で、ボックスの高さをどういうふうに調節したらいいか。まずそのスクワットのボトムポジションを作るのが苦手な方は、この高さを低くしてあげるっていう調整の仕方を選択していただければいいかなと思うので、5センチですね、ちょっと高いな、作るのが難しいなっていう場合はプレートとかに変更して行ってもいいと思います。ここまでで何か質問ありますか？大丈夫ですか？ありがとうございます。よし、では、3番目の次、ルーマニアンデッドリフトに行きます。で、ボックスをまず片付けていただいて、重量も一度もう少し下げるようにしましょう。ルーマニアンデッドリフト、説明します。ルーマニアンデッドリフトのフォームっていうのは、一般的なそのデッドリフトとして捉えられていることが多いです。なので、例えばですけど、上の超人クラスとかでデッドリフトやりましょう。高回数やったりするときに、この内容に近いデッドリフトで、取り組まれている方が、多いと思うんですよね。でもそのデッドリフトで大事なのってやっぱり目的なんですよ。なのであくまでもやっぱりクリーンスナッチを意識したデッドリフトはこれですし、じゃあルーマニアンデッドリフトって何を意識するのかって言ったら、股関節の伸展なんですよね。股関節の伸展っていうのはこういう動作です。ジャンプしたりとかスキージャンプをするようなイメージの力っていうのを意識したデッドリフトっていうのがルーマニアンデッドリフトです。で、じゃあルーマニアンデッドリフトのフォームをどうやって作っていくかっていうことなんですが、イメージですよ。イメージはグッドモーニングエクササイズの動作をバーベルを下に下ろした状態で行うっていうイメージでいくと分かりやすいかなと思うんですよね。なので、この股関節の伸展を意識したデッドリフト、もちろん上から下ろすときに我慢すると屈曲の動きになるんですけど、あくまでも今回は上に引き上げるっていうことだけにちょっと意識していきましょう。で、トレーニングの、効果じゃないんですけど、足じゃなくて、ハムストリングスとか、大臀筋、要は股関節を伸展させる時の力っていうのは主に、ハムストリングス大臀筋っていうのが、大きい筋肉では一番使われるものだと思います。じゃあ腰ってどうなのっていうことなんですけど、ルーマニアンデッドリフトって腰曲がらないですね。グッドモーニングエクササイズも腰曲がらないと思うんですよ。で、腰が曲がらないっていうことは基本的にはこれは固定するっていう意味合いなんですよね。伸展させるわけじゃないので、この動作を行うために腰を固定する必要があるから動員されてるだけというふうに捉えてください。なのでもちろん背中にその刺激っていうのは先ほどの2種目よりも圧倒的に高くはなります。より前傾する。でも主なトレーニングの意図としてはこの2点を強化をして股関節を伸展させるっていう力を
向上させたい場合にこのルーマニアンデッドリフトを選んでいただくっていうイメージになると分かりやすいと思います。なので例えばスナッチデッドリフトで、下から引いてきました。セカンドプルをグッと最後蹴るときにもっとその部分をこう向上させたい、力を上げたいっていう部分のアクセサリーズとしてルーマニアンデッドリフトをやりましょうっていう考え方っていうのはこうリンクしやすいと思うので、今日はそういうイメージで進めていきましょう。でお伝えしたように、グッドモーニングエクササイズが綺麗にできるかどうかっていうのがポイントになってきます。それでウォームアップでカンスクワットやりましたよね。最初にこう上半身を倒してってっていうのを確認したんですが、皆さんそこの部分はできてることは事前に確認できているので、フォームは大丈夫だと思います。なので、スタートポジションバーベルを握ってこの姿勢を作った時に背中が曲がらないようにですね作っていただいて、ここからまっすぐですグッと進展させる、でポイントとしては股関節の位置がなるべく上下しないようにですね、股関節の位置が後ろには下がっていくんですけど、先ほどのスクワットに近いような動きではないのでこういうふうに下がらないということです。後ろに引いていくようなイメージにするとやりやすいと思いますので、それをイメージしてちょっと練習しながら進めていきましょう。で回数は7回いきます。その分ちょっと重量を下げて回数を上げるようなイメージでいきたいと思いますのでよろしくお願いします。では、スタートポジションを早速作ってみましょう。グッドモーニングのボトムのポジションを意識して、スタートして作ってみてください。足幅については、腰幅ぐらい。そうですね。そうです。いいぐらいです。つま先をちょっとまっすぐに。膝もう少し下げます。OK、まっすぐ。よし、じゃあここから上に行くだけいきますか。いきます。いい。OK、じゃあ下ろすとき先ほどのスタート地点に戻るように意識します。はい、下ろします。もう少し上げます。もうちょっと。はい、いきます。2。はい、下ろします。はい、3。腰後ろに下げて下ろしていきます。ぐーっと下ろします。はい、4。はい、下ろします。はい、5。はい、下ろします。はい、6。はい、下ろします。はい、7。はい、下ろします。はい、OK です。いいですよ。ナイスセットです。今、形皆さんきれいにできてます。で、このルーマニアンデッドリフトの、スタートポジションを作るときに、この辺すごくこう張りますよね。で、特に男性で多いのが、こういう部分の柔軟性がちょっと足りなくて、床にバーベルを下ろす際に、こういう動作から少しこう足を使ってしまったり、あるいは背中がこう丸まってしまったりっていうイレギュラーな動作が起こりやすいんですよね。でその場合っていうのは先ほどのその清野さんとの話の中でその柔軟性がっていうことがあったんですけど、その場合は逆にバーベルの位置を少し上に上げてあげる必要があるんですよね。なのでボックスであったりプレートをこのプレートの下に置いてちょっと挟まします。そうするとその柔軟性が足りない分を補うことができるので、正しい姿勢でやりやすいと思います。もちろんその何もないこうフラットの状態でできることが一つの目標だと思うんですけど、そこに向けてモビリティを何をこう確保していくか向上させていくかっていうことがまた明確になるので、グッドモーニングの、トレーニングというか、動作をしながらしっかりこっちをストレッチしていこうとか、そういうふうにどんどん考えがつながっていけばいいのかなというふうに思いますので参考にしてください。では、これあと2セットいきます。計3セットでいくので、少し重量を変えたいなという方はつけたりしましょう。はい、1。はい、下ろします。ナイス。2。はい、下ろします。はい、3。はい、下ろします。4。はい、下ろします。はい、5。はい、下ろします。はい、6。はい、下ろします。ラストで。はい、7。はい、下ろします。はい、いいですよ。ナイスです。あと1セット。
テクトデッドリフトって大概上からそう上から下ろすんですけど、下からスタートするのに何か理由があったり今の、清野さんの上からスタートするっていうのは、上からこう下ろしていく部分からスタートする、スタートポジションはここだっていうことを言われたんですよね。ただ今のこの考え自体がまずその方向性がこう違うので、どっちが正しいのかっていうことではなくて、その清野さんが言われた上から作っていく方が実はその方向を正しい方に持っていきやすいんですよね。っていうのは、下から上に引き上げるときっていうのは上げることにどうしても意識がいくので、フォームが崩れやすい。でも上から下ろすっていう時にはやっぱり楽に下ろそうとするので、自然にこう効率のいい下ろし方、体のいい使い方になりやすいので、考え方的には上から下ろしていくっていう意識をした方がいいんですよね。なのでデッドリフトの初心者の方の練習方法については、下から引くっていうことではなくて、上からまずきれいに下ろす練習をした方がいいです。下ろしてそこから引き上げる、下ろして引き上げるっていうふうに練習していきます。なのでスタート姿勢、床に置いた状態っていうのはスタート姿勢なんですけど、最終姿勢なんですよね。一番最終的に作れるように意識した方がきれいにできると思うので、そこについては今おっしゃられた内容についてはそういう捉え方です。だから逆にその床から引くっていう場合には、そのある程度上からのフォームがきれいにできてる人がやった方がいいと思います。おすすめです。それってなんかボディビルダー向けのトレーニングですね、普通に。ハイペイトいろいろやりたい人は。そうですね、そうですね。そのネガティブの部分を意識するっていう部分では、下から引くよりもまた上から下ろす方がネガティブの部分を意識できるので、下ろす練習っていうのはもちろんそれは効果があるんですよ。むしろそこの部分をデッドリフトで普段できてない方の方が圧倒的に多いので、私は個人的には上からきれいに下ろした方が、せっかく引き上げたんだったらトレーニング効果がさらに高くなるので、そっちの方がいいかなと思います。もったいないと思います。引いたら下ろすところまで意識した方がいいと思います。じゃあいきますよ。1、下ろすとき少しイメージしながらゆっくり、はい、下ろします。 OK、2、はい、下ろします。はい、3、はい、下ろします。はい、4、下ろします。はい、5、はい、下ろします。はい、6、はい、下ろします。はい、7、はい、下ろします。 OK、ナイスセットです。 OK ですね、よかったです。上げた方が綺麗にやりやすそうです。そうですね。なのでちょっとフォームチェックで、その後プレートなくして通常の高さでやってみるっていう段階で進めてもいいかもしれないです。はい。よし、では、最後の種目に行きますが、最後の種目はちょっとまた高さをですね、変えた方がいいんですけど、今日初めての方ももしかしたらおられるかもしれないので、少し負荷をそんな上げすぎないように、そのまま床に置いた状態で進めていきます。で、デッドリフトのその重さについてはかなり軽めから始めた方がいいと思うんですね。通常のデッドリフトのもう 50% 以下ぐらいから必ず始めてください。でないと背中、腰への負荷が高すぎて背中痛めやすくなるので、ちょっと軽めに重量設定して、準備しましょう。ではお願いします。種目いきましょう。最後の種目はジェファーソンカール。いきなりデッドリフトっていう言葉がなくなっちゃったんですけど、内容としてはもう最高にダメなデッドリフトをする、そういうイメージです。もうできる限り背中を丸めるっていう風にする。でそこからぐーっと起立させていくことで、脊柱の起立筋ですよね、背筋を、伸展させることを意識したデッドリフトっていうのがこのジェファーソンカールです。で、先ほど股関節の伸展を意識したデッドリフトでルーマニアンを行ったんですけど、背中はまっすぐホールドした状態で伸展させるっていうお話しました。でこのホールドする力もやっぱり脊柱を起立させる力がないとホールドできないんですよね。なので例えばデッドリフトで背中が曲がりやすい、
背筋が弱いとかってよく言葉で表現すること多いですけど、そういった部分をこう引き上げる、そのために行うようなデッドリフトです。背筋台とかがなかったとしても、バーベルで行える背中のトレーニングだと思うので、定期的にですね、かなり高頻度でやると腰痛めやすいですので、週に1回ぐらい、あるいは2回ぐらいですよね、のペースでやるような内容かと思います。でそのトレーニングの効果としては、先ほどお伝えしたように脊柱を起立させる筋肉で、あとはその大臀筋ですね、お尻までっていうのが主な内容です。当然、ハムストリングスにもストレッチかかってくるので、そこの部分にも刺激は入るんですが、主な部分として、脊柱を起立させるっていうところがメインになってきます。で、ジェファーソン・カールのポイントとしては、一番ダメなデッドリフトというふうにお伝えしたんですけど、背中をこう丸めるんですよ、できる限り。できるだけ丸めるんですけど、先ほどのルーマニアンデッドリフトみたいに膝を少しこう曲げるというか遊びを作っちゃうと背中丸めにくいので、これに関してはできる限り伸ばした状態で行うことを意識してください。ただ前屈でまずこういうふうに下に下がるモビリティがない方もおられると思うので、多少ちょっとこう遊びを作る程度に関してはこれは問題ないです。で、フォームの確認については、これ先ほどの質問であったように上から作っていきましょう。で、下げ方からお伝えしていきます。まずいきなり背中を曲げるんじゃなくて、頭から順番に下に丸めていくように意識してください。でバーを引き上げるときは逆に下から順番に伸ばしていく、進展させていくようなイメージです。なので頭を最初に分かりやすく下に落としちゃっていきます。でその下げたところから誘導されるように胸椎、腰椎っていう風な順番でぐーっと下げていきます。で一番下に下げた時に目線はかかとよりもちょっと後ろぐらい来ている状態が確認できればぐっと入れ込めてると思います。これがこの辺を見るような目線になると背中が伸びやすいような顔の位置になっていると思いますので、頭をしっかりと下げた状態を意識します。で次ここから起き上がってくるときにはグッて上げちゃうと背中が先に起き上がるんで、腰からですねという順番で動かしていくことを意識していきましょう。でクリーングリップで握ったらまず皆さんまっすぐ立ってください。そこからゆっくり下ろす練習から始めていきましょう。回数7回というふうに書いたんですが、最初の1セット目は少しフォームのチェックをしたいと思うので5回に少し減らして進めていきたいと思います。では、バーベルクリーングリップで握って準備してください。そしたらまずまっすぐ立った状態からぐっと頭下げてください。そうです。そしたらそのまま次は胸椎ぐーっと丸め込みます。そうです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 。ではそのまま下までぐーっと下ろしていきましょう。腰丸めるような形で下ろしていきます。 OK です。じゃあ頭を下げた状態をキープしたまま次は上に引き上げていきましょう。ゆっくりですよ。はい、いきます。で最後に頭を上げて少しちょっと上見るぐらいです。そう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 。 OK です。じゃあ次2回目いきますよ。頭下げて、はい、そのままぐーっと下ろしていきます。はい、上げます。いいですよ。はい、3回目。はい、下ろします。頭下げます。はい、上げます。ナイス、いいですよ。はい、下ろします。そう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 。あ、いい感じです、いい感じです。はい、引き上げます。最後下ろして終わりましょうか。はい、じゃあ上から下ろします。はい、OK、いいですね。ナイスセットです。いいですよ。皆さん今かなり綺麗にできてます。上から順番にこう曲がるような形で、下から上げるときにはぐーっと伸びるような形で進められています。で、この動きについても最初のキャットカウっていう内容ありましたね、ウォームアップで。でウォームアップのキャットカウが綺麗にやっぱこうできない方もおられると思うんですよ。うまくこういうモビリティが確保できない。でそういう方はこの内容をしたときにやっぱりこう背中痛めやすかったりとか、あるいはうまくフォームが作れない場合もあるので、その場合はこの種目を選択するっていうのは無理して行う必要はないと思うんですね。そういう方はやっぱり
まずはモビリティを確保してから、それまではちょっとグッドモーニングとか通常の背筋系統で脊椎を起立させるトレーニングをしてあげた方がいいと思うので、順番的にはある程度こう動かせるっていう前提から進めた方がいいと思います。だから内容についてはあと2セット終わります。で次は7回いきます。重量に関しては大丈夫そうですか？大丈夫です。はい、下ろします。はい、丸めて、はい、やります。ナイス。はい、下ろします。はい、やります。はい、下ろします。はい、やります。はい、下ろします。はい、やります。はい、5回目下ろします。はい、やります。あと2回いきますよ。はい、下ろします。はい、やります。はい、ラスト1回です。はい、下ろします。上まで引き上げて終わりますよ。はい、やります。はい、OK。下ろします。ナイスです。いいですね。よし、あと1セットいきます。はい、OK。いきます。はい、振り1。OK。はい、じゃあ下ろしていきますよ。はい、下ろします。はい、2。はい、下ろします。もう下から押されるイメージで丸めて。はい、3。はい、下ろします。はい、4。はい、下ろします。はい、5。はい、下ろします。はい、6。はい、下ろします。はい、ラスト7。下まで下ろして終わります。はい、OK です。ナイスセットです。いいですね。今下から作った方が形意識しにくかったですよね。なので先ほどのその質問にあったデッドリフトを上から作るのと下から作るのとでは、下から作る方が難しいってことなんですよね。なので最初のうちは上から作って、その形が定着したら下から試してみよう、あれちょっとさっきと同じフォームでできなかったなって思ったら次のセットはまた上からやってみようみたいな形で確認しながら進めるといいと思います。これはもうジェファーソン・カールだけじゃないですね。全てのデッドリフトにおいて同じだと思いますし、さらにもっと大きい枠で話をすると、スナッチであったりとか、クリーンであったりとかジャークであったり、これもやっぱり逆算して考えるのがいいと思います。だから最終姿勢を、スタートポジションというふうに捉えて、そこからスタート姿勢に向かって順番に逆算して作っていった方がフォームは練習しやすいと思うので、参考にしてみてください。で、簡単に今日の内容を最後に、まとめると、上からですね下に行くほど、これはちょっと本来ここですけどね、後の種目になればなるほどその腰への、アプローチ、負荷が高くなります。で、要するにそうすると腰を痛めやすい、怪我をしやすいです。でも、腰のトレーニング効果が高い、起立させるっていう効果はもちろん高くなります。なので、そのデッドリフトを選択するときにどういうフォームを意識してどういう重量選択をしなきゃいけないかっていうことは、もちろんこう重量選択についてはある程度の経験値が必要になってくるんですけど、そういったものをイメージしながらやるだけでもここの、痛めやすいっていうリスクの部分はかなり下がります。なので、要はこうデッドリフト全体のことですね、全体のことを理解することでリスクを下げてトレーニングにデッドリフトを取り入れられると思うので、そうするとどういうデッドリフトが腰を痛めにくくて、どういうデッドリフトが腰を痛めやすいかっていうことも分かると思うんですよね。
なのでよくそのデッドリフト、腰を痛めないデッドリフトとかっていう風にそのワンポイントだけ見るのではなくて、デッドリフトの種類大枠をイメージして、その中からこういうデッドリフトを作っていこうっていう風になった方が怪我せずにトレーニングも正しいトレーニングを行っていただきやすいと思うので、それを参考にしていただければということで、今日のデッドリフトのやり方の内容を終わりたいと思います。何か質問とかないですか？大丈夫ですか？じゃあありがとうございました。お疲れ様でした。